こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はダイソーさんの毛糸でこちらのストライプ模様のミニショルダーバッグを編んでいきます。使用している毛糸はこちらです。ダイソーさんのウール 100% の毛糸を2本取りで編んでいます。使用する材料はこちらです。動画ではボタンをスエード紐とラッフルボタンでつけてみました。お好きなものに変更していただいても大丈夫です。ダイソーさんの4枚入りの底板を1枚、D カンを2個、ショルダーはお好きなもので大丈夫です。使用するかぎ針は7号で編んでいきます。それでは編んでいきましょう。1段目の編み図がこちらです。底板に細編みを編んでいきます。毛糸は2本取りで編んでいきます。もう少し太めの毛糸を使用する場合は1本で編んでも大丈夫です。編み始めはこの部分からになります。糸を引き抜いて鎖1つで立ち上げます。同じ穴に細編みを1回、ここから3つの穴は細編みを1回ずつ編んでいきます。4つの穴の細編みが編めたら、次の穴は細編みを2回、ここから4つの穴は細編みを1回ずつ編んでいきます。直線部分の細編みを編んできました。底板のサイドの5つの穴のところは細編みを2回ずつ編んでいきます。底板のサイド部分の細編み10目が編めました。ここから直線部分は先ほどと同じように編んでいきます。最初の4つの穴は細編みを1回ずつ編みます。真ん中の穴だけ細編みを2回編みます。ここから4つの穴は細編みを1回ずつ編みます。最後の5つの穴は
細編みを2回ずつ編んでいきます。これで1段目が完成です。2段目の編み図がこちらです。増し目を4回編みます。1段目の編み終わりから鎖の立ち上げなしで続けて細編みを編んでいきます。直線部分は細編みを10目編んでいきます。直線部分の細編み10目が編めました。カーブがあるところに来たら細編みを1回、次のところで増し目を1回編みます。ここから次の増し目まで細編みを6目編んでいきます。細編みが6目編めたら次のところで増し目を1回編みます。最後に細編みを1回編んでサイド部分が完成です。ここから直線部分は細編みを10目編んでいきます。直線部分の細編み10目が編めました。ここから細編みを1回、増し目を1回編みます。ここから細編みを6回編みます。細編みが6回編めたら増し目を1回、最後は細編みを1回編んで、これで2段目が完成です。3段目の編み図がこちらです。増し目を4回編みます。2段目の編み終わりから鎖の立ち上げなしで続けて編んでいきます。最初の直線部分は細編みを10目編んでいきます。
直線部分が編めたら細編みを2回編みます。次のところで増し目を1回。ここから次の増し目まで細編みを6目編みます。6目編めたら増し目を1回。細編みを2回編みます。これでサイド部分が完成です。ここから直線部分は細編みを10目編んでいきます。直線部分が編めたら細編みを2回、増し目を1回編みます。次の増し目まで細編みを6目編みます。6目編めたら増し目を1回、最後に細編みを2目編みます。これで3段目が完成です。4段目も増し目を4回編んでいきます。3段目の編み終わりから続けて細編みを編んでいきます。最初の直線部分は細編みを10目編みます。直線部分が編めたら細編みを3回編みます。増し目を1回、ここから次の増し目まで細編みを6目編みます。細編み6目編めたら増し目を1回、細編みを3回編みます。ここから直線部分は細編みを10目編みます。直線部分が編めたら細編みを3回、増し目を1回編みます。ここから次の増し目まで細編みを6目編みます。6目編めたら増し目を
1回。細編みを3回編みます。これで4段目が完成です。5段目の編み図がこちらです。鎖2つで立ち上げ、中長編みを1周編みます。4段目の編み終わりから1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。鎖1回、2回で立ち上げ、これが1つ目になります。2つ目に中長編みを1回、これが2つ目です。3つ目の中長編み、4つ目の中長編み、この繰り返しで1段編んでいきます。中長編みを1周編んできました。最後の編み目に中長編みを1回編んで、1つ目の鎖2つの立ち上げの2つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで5段目が完成です。ここから模様を編んでいきます。模様の1段目の編み図がこちらです。5段目の編み終わりから鎖2つで立ち上げます。2つ目は中長編みの表引き上げ編みを編みます。下の段の中長編みの後ろ側に針を通します。糸を引き抜いて、糸をかけて一度に引き抜きます。これで1つ目の表引き上げ編みが編めました。次の編み目も中長編みの表引き上げ編みを編みます。表引き上げ編みが2回編めたら、中長編みを2回編みます。1回、2回。中長編みが2回編めたら、次の2目は表引き上げ編みを2回編みます。模様の1段目は針を入れる編み目が間違いやすいので気をつけて編んでください。表引き上げ編みが2回編めたら、中長編みを2回編みます。中長編みが2回編めたら、表引き上げ編みを2回編みます。中長編みを
2回。表引き上げ編みを2回。中長編みを2回。この繰り返しで1段編んでいきます。1段編んできました。縦模様が13個できていたら大丈夫です。最後の編み目は中長編みを1回編んで、最初の鎖2つで立ち上げた2つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで模様の1段目が完成です。模様の2段目も同じように編んでいきます。模様の1段目の編み終わりから鎖2つで立ち上げます。下の段の表引き上げ編みの後ろから針を通して糸を引き抜きます。糸をかけて一度に引き抜きます。もう一つ同じように表引き上げ編みを編みます。表引き上げ編みが2回編めたら中長編みを2回編みます。表引き上げ編みを2回。中長編みを2回。表引き上げ編みを2回。中長編みを2回。この繰り返しで1段編んでいきます。1段編んできました。最後は中長編みを1回編んで、最初の鎖2つ立ち上げた2つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで模様の2段目が完成です。3段目も同じように編んでいきます。2段目の編み終わりから鎖2つで立ち上げて、表引き上げ編みを2回編みます。中長編みを2回。
表引き上げ編みを2回、中長編みを2回、表引き上げ編みを2回、この繰り返しで1段編んでいきます。1段編んできました。最後は中長編みを1回編んで、1つ目の鎖2つで立ち上げた2つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで模様の3段目が完成です。この繰り返しで模様の段を好きな高さまで編んでいきます。模様の段の後に縁を編むと、今のサイズからプラス 4.5 センチぐらいになります。今回2つのサイズを編んでみましたので参考にしてください。ここから縁を編んでいきます。模様の段の編み終わりから鎖1つで立ち上げます。下の段の鎖2つのところが1つ目の細編みになります。1つ目の表引き上げ編みのところが2つ目、次が3つ目、4つ、5つ、この繰り返しで1段細編みを52目編んでいきます。1段編んできました。52目は下の段の中長編みのところに細編みを1回編んで、これで縁の1段目が完成です。縁の2段目と3段目は鎖の立ち上げなしで細編み52目を編みます。縁の1段目の編み終わりから続けて細編みを編んでいきます。この繰り返しで細編み52目を2段編んでいきます。2段編むとこんな感じになります。縁の4段目はボタンを通す穴を編んでいきます。縁の3段目の編み終わりを裏にしてバッグを畳んで形を整えます。バッグの端に来る編み目から10目のところに印をつけていきます。1つ目の印のところから5目開けた6目のところに印をつけます。2つ目の印からバッグの端までだいたい10目になれば大丈夫です。この部分がボタンの穴を編む場所になります。3段目の編み終わりから1つ目の印のところまで細編みを編んでいきます。1つ目の印のところまで細編みが編めました。ここから鎖を5目編みます。鎖が編めたら
下の段の5目開けた6個目の2つ目の印のところに細編みを編みます。ここから4段目の編み終わりのところまで細編みを編んでいきます。4段目の編み終わりのところまで細編みが編めました。これでボタンの穴が完成です。縁の5段目は細編み52目を編んでいきます。ボタンの鎖のところは細編みを5目編みます。4段目の編み終わりから細編みを編んでいきます。ボタンの穴のところまで細編みが編めました。ボタンの穴は鎖をくるむようにして細編み5目編んでいきます。ボタンの穴のところが編めたら5段目の編み終わりのところまで細編みを編んでいきます。縁の6段目は細編み52目を編みながら D カンをつけていきます。D カンをつける位置はボタンの穴のところから9目数えます。次の1、2、3目のところが D カンをつける場所になります。反対側もボタンの穴から9目数えて次の1、2、3目のところが D カンをつける場所になります。D カンから D カンまでの間が23目空いていれば大丈夫です。後ろも D カンから D カンまでが23目です。5段目の編み終わりから最初の D カンをつけるところまで細編みを編んでいきます。D カンをつけるところまで細編みが編めました。D カンを置いて細編みを編んでいきます。細編みを1回2回3回編みます。これで1つ目の D カンがつけられました。次の D カンのところまで細編みを23目編んでいきます。細編みを23目編んできました。2つ目の D カンをつけていきます。D カンのところは細編みを3目編みます。
2つ目の D カンがつけられました。5段目の編み終わりまで細編みを編んでいきます。これで縁の6段目が完成です。縁の7段目は細編み52目編んでいきます。6段目の編み終わりから続けて細編みを編んでいきます。細編みを1周編んできました。これで7段目が完成です。最後に引き抜き編みで縁を1周編みます。これが最後です。頑張っていきましょう。この繰り返しで1周編んでいきます。1周編んできました。最後の引き抜き編みが編めたら1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。編み終わりの糸は長めにカットします。編み終わりの糸を処理します。最後にダッフルボタンをバッグにつけていきます。スウェードの紐はだいたい20センチくらいあれば大丈夫です。ダッフルボタンに紐を通しておきます。バッグを裏側にして上から3段目のだいたい真ん中に来る位置から紐を出していきます。紐を結びます。余った紐はカットしておきます。最後にショルダーをバッグにつけて完成です。お疲れ様でした。スマホと小さいお財布、エコバッグが入るくらいのちょっとお買い物に行くのにちょうどいいサイズです。ショルダーの長さは短めにしても可愛いです。お好きな長さをご用意ください。毛糸を2本取りにして中長編みで編んでいるので伸びづらくしっかりとしたバッグに仕上がるので、もしよかったら編んでみてください。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。またリクエストなどありましたらコメントください。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録